送はカタマレイヨンベールミュールター2昭和の普通のうちスタジオプラス1 4月とご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、広瀬はじめです。 Keep Calm on T シャツ T シャツと映画の話。今回はクエンティン・タランティーノ最新作 Once Upon a Time in Hollywood からスタントマンが着ていた企業製品ロゴの T シャツです。映画の登場人物クリフ・ブースをブラッド・ピットが演じています。ブラッド・ピットの T シャツ、ジーンズ、そしてブーツのアメリカンカジュアルの定番スタイル。これは T シャツがかっこいいのか、それともブラピがかっこいいのか。動画をご覧になっていた方はもうすでに分かっていらっしゃるかもしれません。では動画をご覧ください。かねてより、タランティーノ監督は10本映画を撮ったら引退すると発言をしていたようです。この Once Upon a Time in Hollywood は9本目の監督作品です。10本目の企画はスタートレックだと噂されていました。私もチームのメンバーも実はスタートレックが大好きなんですね。といってもそれぞれ好きなシリーズが違っていたりして、私はですねオリジナルの宇宙大作戦っていう最初のシリーズですねが好きです。子供の頃日本版のですね、がですねテレビで、放送されていたというのをですね見ていました。古い感じ、宇宙大作戦と言いつつですね、ほとんどスタジオのセットの中で、ドラマがですね展開するんですけど、その雰囲気がですねめちゃくちゃ斬新でですね、あと何といってもミスタースポック、名前とかですねなんか姿っていうのはですね、ご覧になった方ご存知の方も多いかもしれないですけど、そのミスタースポックっていうキャラクターとですね、あとカーク船長っていう船長がいるんですけど、その声がですね、日本の吹き替えがですね矢島正明さんっていうですね有名な声優の方だったんですけどがですね、されていて、その声が何とも言えず好きでですね、本当に本当に子供ながらですね一生懸命見ていたっていう覚えがあります。おそらくですねタランティーノ監督のことですから、ちょうど私が好きだったその宇宙大作戦の頃のですねシリーズ同じものをぐらいのものをですね、見てたんじゃないかなと思うので、その好きだった宇宙大作戦も別にですね、とんでもない映画をですねまた撮ってくれるんじゃないかなと、タランティーノの SF 映画というような形でですね撮ってくれるんじゃないかなというふうに思って楽しみに期待してたんですけど、どうやらですね、そのスタートレックの監督はしないというような話だそうです。ちょっと残念ですねという感じです。スタートレックでないにせよクエンティン・タランティーノがですねまた面白い映画を作ってくれるということをですね、期待しているということです。ということで今回はですね、タランティーノの最新作である Once Upon a Time in Hollywood の映画についてちょっとお話をしたいかなというふうに思います。これもですね、最新作なんでまだ見ていらっしゃらない方というのも多いと思うので、ネタバレにならない程度にですね映画を楽しむ重要なポイントからですねちょっとお話ししたいなというふうに思います。このですねOnce Upon a Time in Hollywood という映画にとって1969年の8月の8日に起きたシャロン・テート殺害事件っていう事件があったんですけど、このことをですね、知って、上でですね映画を見た方がちょっと面白くなるかなというふうな気もしますと。1960年代アメリカの話ですね。60年代の終わりですね、長く続くベトナム戦争に対して、反戦ムードというのがアメリカ国内でも高まって、それがですね、ラブ&ピースというような感じでヒッピー文化
みたいな形で広がっていきますと。で、その反戦運動を大きに走ったということなので、髪の毛もですね、長髪、男の人も長髪にしてですね、あと花柄の T シャツを着てですね、あとLSD みたいなですね、ドラッグと、あとロックミュージック、そんなですね、ヒッピー文化、ヒッピーの人たちっていうのがですね、多く現れたんですけれども、その中の一人にですね、チャールズ・マンソンという男がいました。で、チャールズ・マンソンっていう人はですね、そのビーチボーイズのですね、デニス・ウィルソンともですね、親交があったというようなことで、ミュージシャンとかをですね、目指していたようですと。で、ミュージシャン目指すぐらいで、実際に作曲とかもしてたみたいなんですよね。多少、カリスマ性みたいなのもあったんでしょうかね。チャールズ・マンソンを慕うヒッピーたちがどんどん集まってきて、ちょっとしたコミューンみたいなのをですね、形成したりしていたようです。でですね、ある時、そのチャールズ・マンソンがそのビーチボーイズのデニス・ウィルソンに紹介された音楽プロデューサーのですね、テリー・メルチャーっていう人のですね、邸宅、家をですね、訪れることになります。で、そこはですね、ハリウッドセレブが住むようなですね、ちょっとした丘の上にあったそうです。で、マンソンがですね、そのテリー・メルチャーの家と思って訪れた先がですね、実はそのテリー・メルチャーっていう人はもう引っ越してしまった後でですね、そこには別の人がもう移り住んでたと。移り住んでた人っていうのがですね、ヒット映画のですね、ローズマリーの赤ちゃんっていう映画があるんですけど、その映画の監督をしたロマン・ポランスキーという監督と、その奥さんである、女優のですね、シャロン・テートっていう人がですね、その元テリー・メルチャーが住んでた家に住んでたということなんですね。で、そのマンソンが訪れた先ですね、ポランスキー邸にもなっていたという場所でですね、訪れてきたんですけど、そこでですね、すごく存在にあしらわれてですね、前の人引っかしてたらもう出てってくれみたいなことを言われて、さっさと追い払われたと。で、マンソン自身がどうやらそのことをですね、根に持っていたということでですね、もともとそのカリスマというような形で自分もですね、中心にコミューンみたいなのを形成してちょっと崇められてたというようなこともあったんでしょうかね。そんな扱いしやがってというようなことになったんでしょうね。で、そういった信仰の小団体みたいなところの小物の指導者みたいな人にですね、ありがちなですね、ちょっとしたことでその腹立ったんでということで、終末戦争論みたいなのをですね、ぶち上げてですね、この世の中はもう終わりだみたいなことを言い始めてですね、コミューンのメンバーと一緒にですね、まずこの世の終わりの前にですね、ということだったのかもしれないですけど、プランスキー邸に行ってですね、そこを襲うと、襲撃するというようなことを起こしました。で、ポランスキー監督自身はその時不在にしてたらしいんですけど、その奥さんであるシャロン・テートを含む4人のですね、人がそのマンソンとその一味にですね、殺害されるというような事件が起きたというようなことです。もうちょっといろんないきさつあるみたいなんですけど、詳しくはちょっと調べていただければなというふうに思います。で、ただこのOnce Upon a Time in Hollywood という映画を楽しむにはですね、その今の話を前提にしてですね、そのチャールズ・マンソンという人が起こしたシャロン・テート事件っていうのをですね、前提に見ていくと楽しめるかなというふうに思うということですね。で、そのですね、チャールズ・マンソンっていうのはですね、ヒッピー文化のですね、闇の部分をですね、集約したようなところがあるんだと思うんですよね。ただ、1969年の同じ8月にはですね、有名なですね、音楽フェスティバル、ウッドストックフェスティバルがあったりとかですね、アメリカンニューシネマと呼ばれるようなですね、イージーライダーとかですね、バニシングポイントとかですね、そういったものを生むようなですね、土台の文化みたいなものにはなっていったりするので、
ヒッピー自体が文化的に大きなですね意味を持ったムーブメントであったということは間違いないのかなというふうに思っています。で、タランティーノ監督もですね間違いなくですねその影響を受けているんじゃないかなというようなふうに思ったりします。そんな時代のお話がOnce Upon a Time in Hollywoodという映画ですということなんですね。で、この映画主人公誰っていうふうに問われるとすごく難しい映画なのかもしれないです。というのもこの映画で言いたい大きなテーマっていうのは3つほどあってですね、そこがですね順番に語られているわけじゃなくてまだらに入り組んで混ざり合ってですね描かれていたりするんですよね。で、そのあたりは他のタランティーノの映画と作品とですね少し違った新しいちょっと表現なのかなというふうにも私自身は個人的に感じたりしました。で、レオナルド・ディカプリオが演じるですね落ち目の俳優もですねがまずメインなのかなという感じには描かれているんですけど、あとそのですねボディダブル、スタント役を演じているブラッド・ピットも重要な役割を担っているので、この2人がですね、主演のような感じでは間違いないとは思うんですけど、はっきりとそのコンビものみたいなバディものみたいな2人がずっとやり取りをしてってっていう話をずっと引っ張るっていうわけでもないんですよね。主演はやっぱりそのディカプリオとブラッド・ピットだというのは間違いないと思うんですけれども、物語の中心にどの人物が配置されているかっていうのはちょっと微妙な感じで描かれてるんですね。なので強いて言えば物語の中心にはそのハリウッドというですね、場所というかですねそのハリウッドっていうのがですね中心にあるような映画なのかなというふうに感じました。でそうは言ってもですねスタントマン役のですねブラッド・ピットのかっこよさっていうのはその映画の中でもすごく際立っていたりします。ファッション的にはですね、T シャツに、ジーンズに、このアロハシャツにあと靴はですねスウェードのモカシンブーツを履いているんですね。それでサングラスかけて、69年という時代当時のですねスタイルそのままな感じなんですけれども、今はですね2021年の今の時代でもですね、そのままスタイルでも何ら違和感ないかっこよさみたいなところをですね、ちょっとレトロで個性的なファッションとしてですね今の時代でも通じるんじゃないかなっていうふうに思うところがですねかっこいいなと、本当にちょっとかっこいいみたいなちょっと今でも通じるみたいなところがですねポイントミソになっているのかなというふうに思ったりします。で言ってもT シャツにジーンズにちょっとシャツ羽織るみたいな感じなので、アメリカンカジュアルの基本スタイルと言ってもおかしくないのかもしれませんがこの時代からその普段着スタイルとかですね、ストリートスタイルというような雰囲気なんじゃないかなというふうに思ったりしました。でですね、劇中ではですねあまり多く語られて、ないところが、全く語られてないと思うんですけどもブラッド・ピットを演じる、クリフ・ブースっていう役名なんですけどクリフ・ブースはですね、職業スタントマンということがあってですね、車の運転とかやっぱりうまいかったですね。で、スリルとかですねスピードを追求する感覚っていうのを持っていた人物なんでしょうかね。車で走ったりまた車をいじったりするのもですね好きな人物なんじゃないかなというふうに想像したりします。なぜそんなことを思ったのかということなんですけど、そう思わせるようなものが劇中その、クリフ・ブースブラッド・ピット演じるクリフ・ブースが着用しているT シャツなわけです。で、一つ目はですねこの黄色い T シャツです。バッグはプリントがないタイプのものですね。はい、ライオンズドラッグストリップというふうにですね入ってるんですね文字が。はい。で、ちょっと調べたところですねドラッグカーホットロッドのドラッグカーみたいなものをすごいスピードに出るように改造された車ありますね。こんな車です。
でこれものすごくスピードが出るように作られているので、これをですね、走らせるような専用のですねトラックが必要で、そこのトラックをこう運営するようなですね組織の名前がこのライオンズドラッグストリップというようなものらしいです。なので、この T シャツ多分その、ホットロッドの車に関連したライオンズドラッグストリップという運営組織の、言ったら、ロゴ T シャツみたいになるんでしょうかね。企業 T シャツみたいな組織 T の、メンバーが着たりするような T シャツになっているのかもしれないですね。実はその劇中そのブラッド・ピット、クリフ・ブースが着ている T シャツにはですねその、プリントがないんですけれども、ほぼこれと同じデザインで、ここの文字の部分にですねそのホットロッドカーがですねプリントされたバージョンなんかもあるようで、ネットとかで検索するとですねそのバージョンの T シャツまで今売ってたりしたりするので、それもご覧になること可能かなというふうに思ったりします。映画の影響もあってからですね、販売しているところもあるようなので、手に、この似たようなプリントの T シャツ手に入れることができるかなというふうに思います。でもう一枚は今私が着ているこの、チャンピオンとですね、書いた T シャツです。これスポーツメーカーの医療を扱ったりするチャンピオンのですねものなのかなというふうに思われがちなんですけど、実はこれ違うようです。このチャンピオンは、これ車とかですねバイクの部品のですね火をつけるスパークプラグってありますよね。これのですね、スーパースパークプラグっていうそのメーカーのそのロゴ T シャツになるようです。劇中登場するのはですねこのボディの T シャツにですね多分インクのでですねちゃんとシルクスクリーンでプリントされた感じの、当時の1969年に、作られている雰囲気のですね感じでいい雰囲気の T シャツなんですけど、実際にはそのスタントマンが普段着で着てるというような設定になっているので、洗濯もされててですね、ちょっとプリントもかすれてきていて本当にいい雰囲気の T シャツにはなっています。その辺で言うとちょっと私のものとはちょっと違うんですけど、そのあたりのその当時の雰囲気リアリティみたいなのを出す感じっていうのはですね映画にとっても、絶対欠かせない要素なのかなというふうに思いますね。例えばもうこれ私のものはこう、転写プリントってこうなんていうかシールをこう貼ったような形に雰囲気に見える T シャツなんですけど、こんな転写のプリントのものとかだと1960年代の後半にそんな転写のプリントのものって、ないなっていうふうにちょっと見えちゃうんですね。僕とか気になっちゃうのでそういうふうに見えちゃうわけですよね。そういうところがやっぱり、映画の小道具としてもですね、ちゃんとその時代の雰囲気のものが出てるということは重要かなというふうに思ったりしますね。そうやって余計なことに気がいかないだけその映画の中身とかね映画そのものに集中できたりするのでいいかなと思います。かつですねさらにこう発展して、僕みたいにですねクリフ・ブースってもしかして車好きのスタントマンなんじゃないかなみたいなこう物語にこう広がりをですね、生んだりとかですねすることにもなるので、そういった細かいところの映画のこだわりみたいなのっていうのは重要かなというふうに思ったりします。ちなみにですねなぜかその車の周辺のメーカーのロゴってふっと気づくとですねなんかついつい実は買ってたりしちゃいますね。企業ロゴものみたいなものを T シャツとしてありますよって話これまでも何回かしたかと思うんですけれども、なんでしょうその中でも車の部品であるとか車関連のものって T シャツに向いているんでしょうかね。というかもしかしたらそのレースのスタッフなんかがですね着ているとかっこよく見えたりするのかもしれないですかね。私もですねその STP っていうオイルメーカーのものの珍しい90年代ものの T シャツを持ってたりとかですね、あとミシュランタイヤのですね
ムッシュビベンダムってこのなんですか、タイヤのがくっついたようなお化けじゃないですね、キャラクターのプリントされた T シャツも結構好きでですね、何枚か持ってたりするんですよね。はい、ということで、今までですね、3回クエンティン・タランティーノのですね映画の中で出てきた T シャツについて、お話しした学校になりますけれども、決してですねタランティーノだけが好きというわけではなくて、いろんな映画本当好きで他のいろんな監督好きなんですけど、T シャツの使い方が他の映画にはないほどですね、意味があるように感じられたりですね、すごく印象的だったっていうのがですね、特にこの3つの作品だったということで、まずですねこの話を映画の会にはしたかったというふうに思っていました。なんでこの映画の会やる、きっかけも実はタランティーノの T シャツのことを話したいなと思ったっていうのもありますということです。はい、そんな感じで今3回送ったんですけども、まだ次回もですね、そんな次どんな作品の話をするかというところなので、今回はこれまでにします。皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりブラッド・ピットがかっこいいから T シャツもかっこよく見えるということがよくわかりましたね。この映画の中ではシーズン4の第2回でお話した海外ドラマビバリーヒルズ高校白書青春白書に出演していた俳優ルーク・ペリーが出演しています。レオナルド・ディカプリオもブラッド・ピットもルーク・ペリーを見てディラン・マッケイだとミーハー的に興奮したとか。ビバリーヒルズ高校白書青春白書が人気だった当初、まだまだディカプリオもブラピも駆け出しの俳優に過ぎなかったってことなんでしょうね。今や普通の T シャツを着ているだけでもかっこいいと思われるんですから、それもまたハリウッドドリームかもしれません。T シャツもともと下着だったものなんですけれども、ファッションとして受け入れられ、企業なんかがロゴを入れたり、製品のマークなんかを入れてプリントするようになるまでになります。今やファッションアイテムとして欠かせないものになっているということは間違いありません。これもファッションドリームなのかもしれませんね。皆さんはどうお感じになったでしょうか。いやー、T シャツって本当に素敵ですね。それではまた。次回の Keep Calm on T シャツナンバー26はジェームス・キャメロン監督の大ヒット SF 映画ターミネーター2からクールな不良少年が聴く音楽と T シャツです。アーノルド・シュワルツェネッガー主演の SF アクション映画の中で重要人物である不良少年はどんな音楽を聴いて、そしてどんなファッションで登場するのでしょうか。どうぞお楽しみに。